焼肉キングの沖縄フェアを先行体験。お肉からデザートまでたくさん食べて大満足。最後まで見てね。沖縄フェアで沖縄気分。美味しいお肉に沖縄料理。全部食べたらお腹がはち切れそうだよ。ごちそうさまでした。本日は焼肉キングにやってきました。3ヶ月ぶりくらい沖縄フェアが2月25日から始まるのですが、なんと全国21店舗で先行スタートということで、先行販売している大阪の三原店にやってまいりました。日時指定予約してきたので待たずに席へ。 BGM がずーっと安室ちゃんやダパンプやモンパチ等の沖縄出身アーティスト。 YouTube に怒られないか心配なのと10曲弱がぐるぐる回ってて、もう少しバリエーション増やしてほしい。今回クーポンをゲットしてきたので一番お高いプレミアムコースを贅沢に選択。ドリンクバーはスルーして、なぜか毎回強制的に食わせようとするこの豚のタンもスルーします。まずは沖縄フェアのメニューをチェック。お肉はこちら2品だけで両方豚肉ですね。タコライスにもはや焼肉キングではおなじみの厚切りポテトがシークワーサー味にサーターアンダギーにスパムを握らず、あとなぜかもずくす。とりあえず注文しましょう。沖縄フェアメニューはデザート以外を一通り注文。プレミアムコースを注文した日はお肉はほぼこのページ以外注文しません。前回焼肉キング動画でも多分同じことを言った気がしますが、焼きしゃぶカルビが一番いい感じのお肉が来る気がします。大判状ロースも良いお肉が来るんですが、個人的には脂が乗りすぎてきつい。まず最初にもずく酢が到着。正直全く期待してなかったんですが、これがなぜかめちゃくちゃうまい。年のせいでしょうか。お肉が来る前にタレ作ります。焼肉キングのタレって結構甘口なので、ニンニクやコチュジャンで辛口に整えます。もずく酢は飲み物ですね。待ってる間にメニューチェックしていきましょう。裏名物が少し変わってました。5大名物はおなじみのラインナップ。前までとろろご飯ってありましたっけ。この辺は安めのコースでも頼めるお肉です。プレミアムコースを頼んだ日は意地でも注文しません。この青唐辛子も前までなかった気がします。焼きレバーは仕入れが追いついていないらしい。好きな人は訪問前にチェックした方がいいかも。デザートメニューの期間限定がかぶり、なんだか豊富。お肉が一気に運ばれてきました。それでは特選厚切り牛タンから焼いていきましょう。このクオリティのタンが食べ放題はそれだけでプレミアムコースにする価値あり。一気に焼いちゃいます。タンのお供にネギ塩は必須。タンを焼いていたら炙り軟骨早期が到着。これめっちゃ美味しかったです。じっくり煮込んだ早期を炙ってある感じで、味噌系の味付けも最高でした。美味しそうにタンが焼けました。ネギ塩をかけていただきます。ネギ塩使い放題ってありがたいですよね。次はこちら特選ミスジステーキ。ちなみにご存知な方も多いと思いますが、プレミアムコースの国産と冠したお肉は国産ですが、特選を冠したお肉は和牛でも国産でもありません。焼けるのを待ちながら裏名物キングの肉ポテサラダいただきます。
お肉を待てないので隣で国産牛焼きしゃぶカルビ焼きます。焼けたらポン酢にドボンたっぷりつけた方がうまい。ミスジステーキがまだ焼けないので国産牛特選カルビ焼いていきます。ていうか油やばくね。カルビの油がすごすぎてめっちゃ燃えます。このカルビはおかわりなしでいいかな。ミスジステーキが焼けたのでハサミで切っちゃいましょう。油控えめで柔らかい赤身肉、肉の味も濃くて美味しかったです。ちなみにお塩でいただきました。沖縄フェアのメニュー、オリジナルハイサイソースで食べるつぼ漬けすだれ豚カルビ。名前から味があまり伝わってこないです。スパイシーなソースがついてるらしいのですが、チゲスープが到着。焼肉キングのスープ系って全部うまいですよね。ハイサイソースの豚カルビが焼けました。意外とあっさりしたお肉でピリ辛感はあんまり感じないので子供もいける味。次は国産牛大判上ロース。おなじみのよく燃えて網が一撃でアウトになるお肉です。安定のファイヤーです。手が燃えそうな火力。いい感じに焼けたのでタレたっぷりつけていただきます。このお肉美味しいんですけど食べ過ぎると胃もたれします。再び国産牛焼きしゃぶカルビ。やはり今日一番あたりのお肉はこれですね。そろそろご飯物も注文していきます。あとはハラミ2種類注文。裏名物牛タン入りつくね卵黄ソース。前回は牛タンバーグでしたが今回はつくねに変わってました。つくねも時間がかかりそうなので横で牛しゃぶカルビ焼いていきます。この肉だけなら一生食べられそう。つくね焼けたので食べます。卵黄とタレをたっぷり絡めるのをおすすめします。これめちゃくちゃ美味しくておかわりしたいけどお腹にたまりすぎるので危険です。続いて沖縄フェアメニューから石焼きコングタコライス。これだけで腹いっぱいになりそう。僕は食べませんでしたが美味しいらしい。五大名物より超極厚ハラミガリバタ醤油。でっかいハラミの塊肉を焼いていきます。タレもしっかりかけて焼きたいと思います。名物炙りすき焼きカルビも隣で焼きます。炙り系のお肉はすぐ焼けるので待ち時間を埋めるのに本当に助かる。卵をしっかり絡めていただきます。外側がこんがり焼けてきたのでハサミでカットします。思ったより中は真っ赤でした。もう少し焼いていきます。焼けたっぽいのでガリバタ醤油をどっぷりつけていただきます。ここでもう何回目のおかわりかわからない国産牛の焼きしゃぶを再び。ここで沖縄フェアメニューよりスパム卵を握らずをいただきます。卵焼きにスパムとツナマヨが入ってます。
これめちゃくちゃ美味しいです。2個食べたら満腹になりそうなボリューム。かなり前に頼んでいたドラゴンバラミが今さら届いたので焼きます。ドラゴンバラミは味がしっかり染みていて美味しいですよね。焼き時間のかかる肉の隣に国産牛焼きしゃぶカルビあり。でも今回はなんだか外れ部位。ドラゴンハラミが焼けたのでこちらもタレをたっぷりつけていただきます。もちろん美味しい。そろそろ満腹なので締めに行きたいと思います。大判上ロース。相変わらずよく燃える。美味しいけどこのタイミングのこの肉はなかなかヘビー。なんとこんなラストのタイミングで国産牛特選カルビが超遅延で到着。注文したことすら忘れてた。デザートはまず最初に沖縄フェアから厚切りポテトチップスシークワーサーアジ。お肉の後にシークワーサーのさっぱりした味がかなり良い感じ。美味しい。こちらも沖縄フェアサーターアンダギー。正直焼肉の後には向かない重い。3月上旬までの期間限定スイーツぐるぐる混ぜてネキングスロッピー桔梗信玄餅。これかなり美味しい。おすすめです。沖縄フェア最高でした。2月25日から全店舗でスタートなのでぜひ行ってコメントで感想を教えてください。チャンネル登録と高評価お願いします。動画の感想などコメントもたくさん書いてくださいね。次回の動画もお楽しみに。